げえわ。めっちゃ探検気分が味わえますね。すごい。はい、今回は水路隧道となっております。石川県七尾市湯川町となります。でこの先にあるそうなんで、ここに車止めさせてもらいます。よろしくお願いします。ちなみにここは小学校跡なんだ。今回こちらっていうのが農業用水を引くための水道だそうです。で手掘りだそうでして、まあ後で案内看板あると思うんで、それを見てみましょう。湯川の鉄砲グリって書いてありますね。1897年に作られたものだそうですね。大小一つのトンネルが全長は 100m ですね。これもなんか穴なのかな、これね。うわー長い。まあ向こうまで行きたいとこなんやけど、結構水かさが増えてて、これ行かれないね。あそこ天井から水が流れててますね。そしてここにもなんかあるんですね。これなんか階段状になってるから、これもなんかあるのかな。ただこれも滑りそうなんだよね。よいしょよいしょ。あ、なんかある。いけそうかな。これはなんだ。なにこれ。うわ、狭っ。なにこれ。うわうわ、こっちにトンネルあるな。これちょっと歩けんのかな、これ。ここのでっかいトンネルはとても深くて行けないんだけど、こっちになんかこういうトンネルがあるんで、ここ行ってみたいと思います。どうこういうつながりやらわからない。とりあえず行ってみましょう。これも用水なんかな。こっちなんやこれ。狭いなこれ。うわやべえこれやべえな。なんだこれ。狭さ的にこんな感じ。ちょっときつい。とりあえず向こう行ってみよう。うわー、なんでこんな下ボコボコなんだよこれ。うわ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 。どこ繋がってんのこれ。ちょっと怖いねこれ。うわー、すげえ神秘的な洞窟みたいな。多分昔ここも長いな。何これ。すごい気持ち悪いうわー、すっげえ。なんじゃこりゃ。うわあ、ここから高い。背が高い。今現状ここなんかちょっとすごい低くなってますね。ただこの先は天井が高くなりました。どういうことじゃ。いやー、水音がすごい。横穴なんでこれ。なんだこれ。ああ、なるほど。この途中に本校っていうか、ここにつながる穴がありますね。あ、でもあそこから水出てんだ。ちょっとこの先危ないんで、ここまで。ここは普通に立って歩けますね。175センチの私の頭上ありますね。そしてまだまだ先にある。これは何だろうね。もともと狭っ。うわー、めっちゃ水が溜まっちゃう。この長くちょっと微妙に穴開いてるからしっくりない。わあ、すげえ。なんだろうねこれ。そしてまだ続いてるよ。こっちの分かれ道で、こっちへ行くとまた、はい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 。わ、すげえ。
新規の洞窟だね。また戻ってこっち行きますわ。どこへ出るんやろ。うわすげえ、意外とすごい。ここも穴開いてる。どういう意味合いがあるんだろう。このくぼみは何かあるんですかね。これ赤い鳥の豆苗っていうか、これっておそらくだけど、ろうそくかなんか置くための穴が上がること思います。そしてまたこっちにもある。すごい。すごいな。どこまで続くんだこれ。あ、長いわ。そしてここら辺すげえかがまないと歩けねえ。はいはい。あ、でもまだあるぞ。飲み口まで出てこられましたけども、まだこっちの小さい方はまだ行けますね。なんでこれもともとがこっちやったってことなのかな。あー、閉まってるここは閉まってますね。すげえ。ここから出れる状況じゃないな。これはちょっと出られませんね。ただ腰が痛いこれちょっと穴場じゃね。コウモリもいないね。ここは琵琶湖の道の水路かな。あそこもこういう水路あったけど、あそこは観光地化されてます。ここはもう全くそんなにね、一応まあ看板買ったけど、誰かが来てなんかやるような場所でもなさそうなんで。うわすごい。でこれ川のなんか恐竜のバイコスみたいな岩の切り抜き方されてるんですよね。なんだろうなこれ。こっちちょっと入ってみるか。ここら辺がめちゃめちゃ深いので、ちょっとここは通行できませんけどもね。これは素晴らしいわ。まあおそらくですけども、この用水がないことにはこの先の田畑は潤わないんで作られた用水だと思うんですけども、最初はこのちっちゃい方の方で水を流してたんだと思います、多分ね。でその後にこれを作ったんでなかなかと思うんですけど、めちゃめちゃでかいよね。すごいすごい。うわー、面白い、楽しいよここ。ちなみに今回使ってるライトはソーフィンの Q8 プロってやつになってます。めちゃくちゃ明るいんですよ。めちゃくちゃ明るいくせに9000円しないというね。某同じぐらいの明るさのライト買うと2万円ぐらいするんですけど、これだと1万切っちゃいます。うわーすごい。でまだこっちなんだよねこれ。うわーでまだこっちなんだよねこれ。こっちを進んでいきましょう。ここにも穴あるんだよねこれね。でこっちはどこへ繋がってるかだねこれ。これまた長いんだよこれ。すごい。どこへ繋がってんだろう。
も綺麗な水道ですよね。あ、ここ狭い。めちゃくちゃ狭い。横幅がさっきよりも狭い。うわ、ここなんかめっちゃ狭い。うわ、やべえ、斜めにいかない。うわ、かまど馬のタイムやっべえ。うわ、これはおそらく背中にかまど馬さんが入ってくる。うわー、気持ち悪い。かまど馬の大群ですな。あ、いや、これ息子こんでよかった、これ。ああ、すごいすごい。ね、これね、背中の間にかまど馬がしてきて入っちゃうんだよね、これ。お、こっちはなんだ。ああ、こっちはなんだろうね。こっち田んぼですね。別にいいなんかただの対比法的なもんなんかな。さっきのかまど馬像は引っかかった。なんでちょっとここ横狭いんですよね。ちょっと肩をすぼめないと歩けない感じですね。うわ、またかまど馬ゾーンです。パンタの置き土産。かまど馬絶対俺めちゃくちゃ俺背中についてると思います。なんで長いんだよなこれ。うわー、やべえ、こう攻めるのに早く出口出ねえのか。うわー、ジョージアのカンカン、やべえ、かまど馬は気にせられません。で、だんだん今度低い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 、めちゃくちゃ低い。なんだろう、これどこなんだこれ。あ、明かりが見えてきた。もう、まあせめてもの交互にはいないだけまだ楽かな。低い。ああ、すごいすごい。やっと出口だ。すごい。めちゃくちゃ低い中を歩いてます。出てきた。あ、どこだこれ。あ、これは。ここも山の反対側なんだろうね、これ。そしてまだあるのか、これ。ここはまだなんか用水としてなんか使われてる感がありますね。まだあんの？ここはやめとくかな。虫がすげえ。マスクしてるよ。ここは虫がめちゃくちゃいる。うわー、かまど馬。すごい。狭い。あった。もう行くか。すげえ狭いんやけど、さらに狭くなってきてます。これちょっと狭いな。いけねえなこれ。帽子かぶってくれなかった。ちょっとかまどの申し訳ないけど潰すわこれ。やべえ、かまどもごめんよ。多分何匹か殺してもらってると思う。狭い。虫がすごい。マスクしてくれた。
うわ狭いよ。レポート無理。こっちがなんかなんだこれ。出てまいりました。あれなんかここに川流れてんだよね、これ。あの位置がその鉄砲なんたらの入り口です。あそこのこの中をずっと歩いてきたんですね。どういうことだよこれ。この川なんだよじゃあ。じゃあ何のためにあるのこれ。こんなとこ歩いてきましたよ。ここから帰れるのかな。そしてこの真下ですね。この真下に今の隧道があったわけですね。行けんのかなこれ。なんか行けなさそうな気がするけど、正直隧道また潜るのはごめんですわ。でさっきのこれ走ってきたとここですね。私はここから帰りますね。なんかこれもここにもなんか怪しい用水がありますね。まるでボブスレーコースみたいな。なんでしょうねこれ。でもこうやってここにも用水あるからなんか意味あるんですよね。はいじゃあさあここから戻れることに乗ってこの真下に水道あるところを歩いて帰りますね。疲れた。これ西の水道よりすごいかもしれない。帰ってきた。何これ。ここにもなんかある。何これ。なんだこれ。でもなんか意味あるんやなこれ。なんやろ。これでもなんだろう。なんでここだけ囲んでんだろう。床の鉄砲グリっていうのですけども、大小一つのトンネルの側に100メートル。100メートルはこのでかい方やと思うんですよ。で、こっちの小さい方の鉄砲グリはもっともっと長いです。めちゃくちゃ長い。そしてこれが吐き口なんですね。で、下流へ向かってこれを上の川からちょっとここに詳しく書いてないけども、この上から水を引くためにこれを作ったんだと思います。で、その前身がちっちゃい方だと思うんですよね。はい、そういうことでこちらの湯川の鉄砲グリ大小ありましたけども、とてつもなく面白かったですわ。こんなに面白いとことは思わなかった。立ち入りは禁止されておりません。ここに書いてある部分には自己責任で入ってくださいっていうふうに書いてありますんで、ただ結構危険ですし、浜戸馬攻撃めちゃめちゃ食らいますんで頭もこんなになってますけどお気をつけください。ヘルメットか帽子かぶっててくださいね。で絶対便器いりますからね。はい、ということですごく面白いネタでした。はい、今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。